さん、休暇はゆっくりできましたか？さて、今日の動画ですが、お待たせいたしました。アンバーニックの新製品 RG353P。ショート動画で予告した通り、商品レビューをお届けしますよ。撮影ですが、映像の通り、ペットのインコたちに邪魔されて大変でしたよ。RG353P、インコたちも気に入ったみたいですね。さて、このゲーム機ですが、実はあまり期待していなかったりしたんだけど、実際に手に取って触ってみた感想を先に言うと、質感も高いし、操作性も良くて、私は気に入りましたよ。それでは、まず、スペックや特徴などから解説していきましょう。RG353P のスペックですが、まず、最大の特徴と言える点が、OS のデュアルブートに対応していること。Android または Linux、どちらの OS でも起動が可能です。チップセットは、以前レビューした RG503P と同じ、6チップの RK3566 を搭載。GPU も RG503P と同一ですが、メモリーは倍の 2GB となっています。また、Android システム用として 32GB のストレージを内蔵しています。スクリーンは IPS3.5 インチのタッチスクリーン液晶。解像度は640、480の VGA 解像度で、アスペクト比はレトロゲームに最適な4対3です。ステレオスピーカーを搭載して、デュアルマイクロ SD スロット。5GHz の Wi-Fi や Bluetooth 4.2 にも対応しています。エミュレーション性能は基本的に RG503P とほぼ一緒なんだけど、デュアル OS 起動ができてメモリが増えていたり、タッチスクリーン対応などで Android のゲームなど遊び方に幅が広がる仕様になっていますね。あと、発売前に話題になっていたのは、ポケット GoS30 というゲーム機に見た目がそっくりだったことです。S30 も持っているので、比較してみましたから、後で確認できますよ。それでは、開封していこうと思いますが、まずは、外箱から紹介しようと思います。RG353P の外箱ですが、いつものアンバーニックの白い箱ではなくて、本体写真が印刷された少しおしゃれなパッケージになっていました。アンバーニックの製品はいつも同じような白箱にワイヤーフレームのイラストだったので、パッケージにも気を使うことにしたのかしら。で、早速、ポケゴ OS30 と比較なんだけどね。ほら、パッケージまでそっくりでびっくりしましたよ。箱の寸法や写真の大きさ、デザインが微妙に違うんだけどね。色合いは完全に同じですよね。これ、どういうことかしら。では、中身を確認しましょう。蓋を開けると、いつもの白いビニールに本体が収納されていました。今回は半透明の黒を選択しています。なかなか質感があって良い感じですよ。付属品ですが、まずは充電用の USB-C ケーブルです。少し長めですね。スクリーン保護用のガラスフィルムとクリーナー。これは定番ですね。私はめったに貼らないけどね。最後にユーザーマニュアル。英語と中国語が裏表に記載されていて、残念ながら日本語の表記はありません。結構細かく記載されているから頑張って翻訳してくださいね。付属品はシンプルな構成だけど、
これで十分ですね。それでは、本体を確認してみましょう。RG353P のデザインは、見ての通り、SNES のコントローラーのようなデザインです。特徴的なのは、フェース部に、ファンクションキーと、電源ボタンが配置されています。上はスタートと、セレクトボタンです。今回、本体カラーを黒にしたのは、このボタンが目立たないと思って選択しました。グレーカラーも良いと思うんだけど、ちょっと気になったんだよね。どうですか？黒、かっこよいですよね。フェース部の操作ボタンは一般的な配置で、ABXY ボタン、クリック感もあるし軽すぎず、重すぎずちょうど良いですね。十字キーもアンバーニック製品の感触ですね。問題なさそう。アナログスティックは押し込みできるタイプで、質感も操作性も良さそうですね。ショルダーボタンはアンバーニック初の縦配列なんだけど、これ固定軸が本体中央側にあるので、奥側の押し心地が固めです。操作性自体は悪くないんだけど、ちょっと気になります。包み込むように持つから、大概の人は押し込む位置が奥になると思うんだけど、軸は外側にした方が良かったのにって少し不満点ですね。これ。ちなみに、ポケボ OS30 は L2、R2 ボタンはパドルタイプで、LR ボタンの軸は外側にあります。おそらく、この方が理想的な感じがするんですよね。押しやすいですね。この部分の使用は、ちょっと残念だなと思いました。続いて、インターフェースですが、まず本体上部に、充電用、データ通信用の USB-C ポート、中央部に HDMI 出力ポートがあります。操作ボタンはリセットスイッチと音量ボタンです。音量ボタンは右手の人差し指を伸ばして操作しますが、意外と操作性が良いですね。本体下部の左右にはステレオスピーカー、中央部にSD カードスロットが2つあります。それと、イヤフォンジャック端子ですね。この端子のレイアウト、個人的には好きです。理想的な配置になっていると思いました。ショルダーボタンは、ちょっと残念な感じだけど、インターフェースの配置や、デザイン、質感、総合的に相当出来が良いと思います。そうだ、背面のチェックしてませんでしたね。背面には丸いシリコンの滑り止め部品が貼り付けてあります。ネジは4本見えますが、左右対称でデザイン性は損なっていません。滑り止めは本体の傷防止にもなるし、デザイン的な印象も良いですね。さて、液晶の表示についてです。映像の通り、表示は相当綺麗で、輝度、視野角、色合い、とても良い感じです。RG503P の有機 EL と比べると、黒表現が少し劣るかなって感じだけど、それと、縁の黒い部分がちょっと気になるかも。503P は、
非表示エリアがほとんどなかったからね。でも、価格を考えれば、あまり文句は言えないですね。さて、Android について少し触れておきますね。Android の起動方法は、Linux システムの SD カードを外すか、ファンクションキーを押しながら、電源ボタンを押せば起動します。残念ながら、Google Play がインストールされていないので、他の方法でアプリをインストールするか、Google Play を別途導入の必要がありそうですね。まだ、私は Android の細かい検証はできていないので、これから確認しようと思っています。いずれ動画やブログの記事にするかもしれません。最後に、2万円台で購入できる人気の中華ゲーム機を並べてみました。映像を見ればサイズ感がわかると思います。で、結局のところ、どの機種が良いのって話なんだけど、画面が大きい方が良い、PSP のゲームがしたいなら RG503P がおすすめ。とにかく小型が良いってニーズでなければ、今回紹介した RG353P で良いと思います。映像にある RG351MP も小型で悪くはないんだけど、性能的に劣るし、あえて選択する必要はないんじゃないかな。デザイン、質感、完成度、拡張性など、現時点で最適なレトロエミュレーターは、今回ご紹介した RG353P ですね。一応、とにかく小型の可愛いモデルが欲しいというニーズなら、これをおすすめさせていただきます。はい、今日の動画はアンバーニックの新製品 RG353P をご紹介しましたが、今回の動画ではエミュレーション性能などに関して言及していないので、最後に軽くまとめておきますね。まず、エミュレーション可能なコンソールは PSP、ドリームキャスト、セガサターンまで。タイトルによっては動作しなかったり重くてプレイできない場合がありますからね。それと、すでに RG353P 用のカスタムファームウェア、JELOS などがリリースされています。標準 OS よりもパフォーマンスが向上するので入れ替えるのがおすすめです。いずれにしてもレトロゲームコンソールのエミュレータ機が欲しいなら、現状では一番良い選択になると思います。ゲームの操作性も良いし、Android 起動で遊びの幅が広がるし、将来的にカスタムファームウェアも盛り上がりそう。2022年にリリースされた機種の中でかなりの上位評価。私もお気に入りになりました。皆さんはアンバーニック RG353P どう思いますか？よろしければコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。